足元見ないまま。皆さんこんにちは、韓国出身のサンウと申します。今日本で、ソロとして歌手活動をしております。よろしくお願いします。そうですね、もうとにかく子供の頃から、歌うことが大好きだったので、ずっとこう歌手になりたいっていう夢はありまして、もう周りからもサンゴ歌うまいねとか上手だねって言ってくださって、でそれで自分もしかしたら才能あるんじゃないかなと思って、はい。で高校時代とかもバンド活動をしてたんですけども、でも、正式的なメジャーデビューをしたのは、大人になってからで20歳頃ですかね。韓国でデビューをしまして、で活動してたんですけれども、なかなかちょっとうまくいかずに、はい、結構悩んだ時期でもあったんですが、だからこうあるアンケート、日本で活動してほしい、K-POP アーティストみたいなこうアンケートがあったんですよ。でそこで自分たちが1位を取ることができまして、それをきっかけに日本で、活動することができまして、日本でもメジャーデビューすることができました。でそれでしばらくグループとして活動してたんですけれども、ちょっと事情があって解散になってしまい、今はソロとして活動しております。そうですね、ちょっとアカペラで、ハモったりとかはちょっとできないですけども、でも歌うパートがめちゃめちゃ増えましたし、あともう本当自分のこう思うこと、やりたいこととか、そういうのをもっとできるようになったし、そうですね。あとは、ご飯食べる時とかは自分が食べたいものを食べれるようになりましたね。はい。あー僕は食べることが大好きな人間なので、食に関してちょっと心配してたんですけれども、でも心配することなく、日本にめちゃくちゃ美味しいものいっぱいあるんで、全然大丈夫でしたね。ただ、初めて日本に来た頃は、やっぱりこう、コミュニケーションが、こう、うまいことできないっていうか、やっぱ言葉がちょっと通じないっていう問題はやっぱり苦労したと思うんですけれども、でも僕の性格上、日本での生活の方が、なんか、もうちょっとこう、ゆったりしてるというか、僕に合うと思うので、全然こう生活する分にはなんか不便なところがなかったですよ。ただ前所属してた頃は周りのスタッフさんがこうなんかいろんな手続きだったりとか、会場押さえなど、いろんなことをこうやってくれてたんですけども、今独立したので結構自分がいろいろやることになって、時々しんどい時もあるのは事実なんですけども、はい。でも頑張っております。はい、そうですね、ドラマとか映画とか見たり本を読むこと好きなので、あと僕お散歩とか好きなんですけれども、なんか新しいところを行くとなんか脳の活性化ができるっていう話を聞いて、どんどんこう新しいところを探してこうお散歩するっていうのもすごく楽しんでまして、はい、あとは時間の余裕があればたくさん寝て美味しいものいっぱい食べてっていうのも解消の方法ですかね。はい、普段カメラ好きなので、カメラでいろんな風景写真だったりとかそういうのを撮ったりっていうのも好きですし、やっぱりドラマとか映画とか見るのも好きですし、あと配信、僕配信やってるんですけども、
配信しながらファンの方々と一緒に一緒に遊ぶっていうのもすごく好きなので、そういうのをちょっと趣味として、はい、やっております。うーん、配信しながら、歌ったり喋ったりしてるんですけれども、あと、たまに、ちょっと一緒に食べたり乾杯したりとかあるんですけれども、なんか木板とかを結構いろんな食べ物バーって置いて、そういうのをちょっとやってみたいなとも思ったり、あと、オールナイトニッポンあるじゃないですか。それをちょっと取り入れて、エンドレス配信をやってみたいなって思いますね。あと、そうですね。そんぐらいかな。はい。もう今でもすごく印象的な話があるんですけれども、今からですと約11年ぐらい前ですかね。僕がグループ時代に、あるラジオ番組に出演させていただいて、で、そこに手紙が届いたんですよ。北海道にお住まいの、80歳を超えた、80歳過ぎた女性の方からの手紙だったんですけれども、もう結構昔の話で、もう本当に好きだったお付き合いしてた方が韓国人男性だったらしくて、でもその朝鮮戦争、そのせいでもう離れ離れになってしまい、もうそのままもうずっと会えず、ずっと心の中にはいるっていう話で、その韓国人男性の方が、顔が僕にそっくりだって言うんです。で、それで、僕が北海道行くたびに、いつも応援してくださったり、で、その方が涙したりとか、そういうのを思い出しますね。で、そのラジオ番組の放送後も、ずっと心に残っていて、その話が。で、メンバーと相談して、これはちょっとプロデューサーさんに、こういった話を伝えつつ、曲を作った方がいいんじゃないかなってなって、そのインスピレーションをもとに曲を書いたんですけれども、その誕生した曲がですね、夕顔っていう楽曲です。はい。いや、もう記憶に残るイベントって言ったらもう断然、これですね。2013年、中秋の名月を見たんですけれども、これをまた、見れるのが8年後って聞いて、で、その話について僕、当時ブログ書いてたんですけども、今も書いてるけど、その当時ブログずっと書いてるんですけども、で、そこに書いたのが、8年後も日本でみんなと一緒に、この満月を、見ているでしょうねって。で、それが、いつの間にかみんなとの約束になって、で、自分の中でももう一つの目標ってなって、その皆さんとの約束を守るために、活動を頑張ったり、あと、軍隊も終わらせて、また、日本に戻ってきて、ソロとして、活動し始めて、その8年後になるその日も皆さんと一緒に、綺麗な満月を見たっていうのがすごく、はい、記憶に残るイベントですね。はい。ああ、LINE ライブっていう、配信サイトがあるんですけれども、もう今はなくなってしまいましたけども、その時僕ちょくちょく配信やっていて、皆さんと一緒に遊んだりしてたんですけど、で、その時あるイベントに参加したんですよ。で、そのイベントが、僕と同じ韓国出身の K さん
アーティスト K さんからこう楽曲をいただけるような、そういったイベントで、1位取ると楽曲をいただけるっていうイベントだったんですけども、でももうすごいもうライバーさんがみんな集まって、でみんなでこうやるんですけれども、僕は正直全然これはもう叶わないと思ってて、はい。でももうみんなのたくさんの応援のおかげで1位を勝ち取ることができて、本当にこれは奇跡ですね。今でももう鮮明に思い出して。だからみんなと一緒に勝ち取ったその、K さんの楽曲、それがYour Song なんですよ。それをみんなからこう本当にみんなからの大切なプレゼントですね。でそれをもうこれからもずっと大切に歌っていきたいと思っております。ありがとうございます。全然普通かもしれないですけども、とにかくこういろんなジャンル、いろんなジャンルをとにかく覚えて、もうずっとこう歌う、一日ずっともう歌いっぱなしでしたね。でそれで僕がこう録音した、歌をちょっとネット上にアップして、でそれでいろんな人からのフィードバックをいただいて、ちょっとこう悪い癖とかそういうのをちょっと直そうとしてみたりとか、そういうのを、いかにも普通なことなんですけれども、でも今でもずっとやってるのは発声練習ですね。なんかこうスケールで発声練習したりとか、あともう未だにボーカルレッスンとかを受けて頑張ってまして、はい。もう年とともにもっとこう深みの出る、そういった歌声で皆さんに歌を届けたいなっていうふうに思ってまして、頑張っております。はい、まず起きてもないことでなんか心配したり悩んだりっていうのが多いと思うんだけども、ちゃんと自分のペースで、焦らずに、音楽の道に、進んでいくことに集中してほしいし、あと結構ね、心折れる時も何回かあると思うんだけど、決して諦めないことを、はい、ちゃんと心がけて、はい、諦めないことが一番だと思うので、はい、僕の声を通じて、こう感動とか喜び、あとこうなんかこう慰めてあげたり、あと勇気を皆さんに与えられたらなと思っております。これからもずっと年取ってもいろんな場所で、歌っている自分を想像しています。はい。はい。はい、もう今までもいろんなことがあったんですけれども、僕がこうずっと走り続けることができるのは、いつも応援してくださるオリーブの皆さんのおかげです。もう本当に可能性は無限大なので、これからも夢を諦めずずっと追い続けていきますので、引き続きよろしくお願いします。今回新曲ですね、背景、あの頃の僕へ、インタビューを受けながら、もう一度自分自身についてこう振り返られて本当に良かったですし、
すごく有意義な時間を、はい、どうもありがとうございました。本当にこの PV、完成することがすごく楽しみですし、皆さん PV 出たら、完成したらたくさん見てください。では次はリアルでお会いしましょう。今日どうもありがとうございました。それでは以上、サンゴでした。ありがとう。